ね、氷が液体から気体ってさ、あの、もう、すっげえあっちあっちにさ、もう真っ赤になってる鉄板の上にさ、氷ポンって置くとさ、ブチ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 っつって、もう、速攻でこっからビューってこう行くじゃん。で、私が消えてなくなるのが怖くって。ね、本当に愛のある人んところに、我のある人は近づかないのよ。だから、ね、個体は個体で、ね、同じぐらいの温度でいると、その世界観が共有できる。液体は液体でその世界観が共有できる。気体は気体でその感覚で共有できるって、共有どころかもう一つになっちゃってるから、共有どころじゃないんだけど。ね、そういう風になってさ、で、液体はもう一つになることに何の違和感もないけども、ね、個体は一つになるとさ、なんか変だっていうさ、感じになってって。え早くみんな液体以上になって5次元社会になるといいですねってなんでですか？あの、温かいスープもさ、キンキンに氷が入って冷えたジュースも飲みたくない？全部があったかいスープになったら食卓がいいねなる？そんなことないよね。だから、あのこの多様化はあった方が良くない？ね、液体同士で、ね、類は友を呼ぶでさ、やってる中に、氷来ると、寒いからやめてってなるよねっていう。でも、ね、そこに菩薩行っていうのは、ね、一回こっからここになって、ああ、そっかって、答えじゃなかったんだって、ああいう風に形伴ってたからぶつかり合って痛いだの、攻撃するだのね、やってたけど、わちゃわちゃしてたけど、そんなことないんだ、これなんだってなったから。ね、その液体でこれを包み込んで溶かしてあげなさいっていうのが菩薩行ってことになるわけよ。で、それをせずして、ね、いや、もういいですっつって期待になるっていう悟りもあるけどもって。一旦こうなったら、ね、少なくてもこれはこれよりも温かいんだから。ね、それを持って、ね、これを少しでも溶かしてあげなさいっていうのが菩薩行って言われる、話になってくるわけ。リバーストーンさん、いつも四角い氷ですが、高級バーのまん丸の氷に憧れる。そうだよね。だからよくさ、年を重ねていくとさ、ああ、あの人も性格丸くなってきたなだとかさ、角が取れてきたよねとかっていう言い方あるじゃないですか。僕もトゲトゲしさがなくなって、なんか、見た目もそうだけど、ああ、国際さんもだいぶ丸くなってきたねなんて言われるんだけどさ、あれっていうのは何かっつうと、氷もさ、ね、えーあの最初ね、パリンって割れた時はトゲトゲしかったのがさ、ね、少しでも溶けてってやっていくと、角が取れて丸くなるよね。うん。僕としては分かりやすく話してるつもりなんだけど、これがまた誤解になったりするのかな？HA さん、相手によって答えでぶつかってしまう人と緩む相手もいるけど、その人に対しては角がないだけなのかな。うん。だから、僕たちは、これは瞬時に変えてるわけよ。ね。警戒心を抱く相手と安心できる相手っているじゃない。で、一緒にいれるんだったら、安心できる相手と一緒にいたいになったりとかさ。うん。はい。ということで、はい。まあ、昨年のおさらいなんですけど、同じことを話しただけなんですけど、はい。とりあえず、まあ、この間からの私って何なんだろうと、存在って何なんだろうっていうとこと、こういうのをもう一回つなげて考えると分かりやすいんじゃないかなと。そして、ノンリアリティスピーカーたち、ね、そして奇跡のコースが言っている、全部が愛、愛しか存在しないって、こういう切り口で見ると、ああ、そういう意味かだとか納得になったりだとかってしませんかっ
っていう話です。で、こういうのが分かってくると、今度、モチベーションとパッションの違いとかってのが見えてくるんですよ。うん。ね、これ、モチベーションとパッションを今度さっき言ってた熱力学で置き換えて考えると、モチベーションっていうのが、熱で生まれた圧力です。えいっていうね、蒸気機関車のさ、エネルギーを生み出す時の、一回、ね、あの、固体が溶けると体積が増えるよね。で、そこに体積が増えることによって圧力ってのが生まれるわけ。でもこの圧力はグッてやって、その圧力が逃げたらもうなくなっちゃうわけ。一方、このパッションってやつはそのまんま熱量なわけ。熱があればあるだけ、ね、その圧力を生み出すことができるから。パッションってのは一回、えいってやっても消えてなくなっちゃうけど、パッションがあり続けると、ずっとこの圧力が働き続けるから、モチベーションをどうにかスイッチ入れないととかっていうやる必要がありませんと。はい。ね。あの、モチベーションが大切ですよっていう人と、パッションが大事ですよっていうのは、ね、圧力の話をしてるのか、それとも熱量の話をしてるのかって話。で、結局、まあ、そういう風にね、あのなんだろう、人に影響を与える力っていうのはさ、パッションだよねって話なの。うつ状態だとパッションが足りないんだな。うん、うつ状態ってのはやっぱりそう言ってさ、固まって動けなくなるわけでしょ？で、それは体もこうね、うつむいてきてさ、うつ状態ってのはこの圧縮の冷却作用の中にあるっていう状態だから、熱が奪われていってる状態なんだよね。うん。で、あと、なんだろう、さっき言ってたさ、分子がこう固まって固定するっていうのが冷却作用でしょ？そうすると、ね、マインド、観念も固まるわけ。そうすると、言葉の通り、固定観念ってなって、一つの物事の判断しかできなくって、ね、自由なものの見方ってね、柔軟なものの見方ができなくなって、うつ状態はそのまま固定観念に縛られて、キューって視野が狭まって、もう私には可能性がないっていうことになってっちゃいますよね。だから氷もさ、ね、喧嘩ってするじゃない。喧嘩というか、その凝り固まったさ、固定観念がぶつかり合うことがあるじゃない。で、あれもね、例えば氷をさ、こう、喧嘩させるってのは何かっていうと、ね、そこに意見の相違の摩擦があるとかいうわけじゃない。摩擦って熱を生むんだよね。だから、結局そこも決して悪いわけじゃなく、ね、寒いからこそ人一倍そこに摩擦して、少しでも温まろうみたいなことになってもいるよねっていう。うーん。で、僕とか安倍敏郎さんっつうのは、あの、この個としての氷がものすごく細かくバリーンって砕けちゃったんだよ。でさ、同じ温度のとこに置いといててさ、おっきい氷とさ、ちっちゃくなったさ、破片の氷とでさ、どっちが先に、あの、ええ液体になったり蒸発したりするっつうと細かいやつじゃん。はい。ね。で、いろんなストレスで、摩擦だとかね、こういう衝突だとか、そういうことで
バリーンって凝り固まっていたものが、ね、割れて、ね、それは何かっいうと、ギューッとなりすぎて、しなやかさっていう、あの、なんだろうな、ものがなかったから、バリーン。だって怒りもある種熱じゃん。ねえ。だからみんな熱を求めてんだよねって。だけど、ここがね、なんだろパラドックスっていうかさ、愛に触れると私が消えていくし、ね、私がってなると冷却されるし。だから、私が愛のその温かさを知るっていうのは、氷がね、熱を知るっていうのは、なかなかに難しい話だよねっていう。はい。他力が必要そうですねってことで、いやいや、だから、これが冷えることも温まることも全部他力なのよ。私がやってるわけじゃないのよ。うん。ね、そういう性質があるってだけだから。はい。また、ちょっと思い出したかのように、昔のアーカイブね、パッと見ると、いろんなのが繋がって、あ、そういうことかってなるかもしれないんで、今日も昨年のやつ拾ってあげてきましたけども、はい。皆さんも、ね、昔のアーカイブ、たまに、これ何話してたっけな、みたいんで、見ていただけたらいいなと思ってます。はい。では、また次の配信でお会いいたしましょう。今日もたくさんのコメント、そして、スパチャありがとうございました。はい。では、また。せばねー。